こんにちは。今回は、コットンラフィア様とのコラボ企画で編ませていただいたベストのキットの解説動画となります。概要欄のリンクから編み図付きのキットをご購入いただけますので、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。また、こちらの専用フォルダーにはコーン巻きがぴったり1玉入ります。コットンメランジを使うときには、ストレスなく編めるので、こちらもおすすめです。右の針を左の針の目の手前から奥に入れて、針に糸をかけて目から引き出し、左の針から目を外します。これが表編みです。糸を手前に置きます。右の針を左の針の目の奥から手前に入れて、糸をかけて目から引き出し、左の針から目を外します。これが裏編みです。表編みは V 字、裏編みはポコポコとした凹凸のある見た目になります。3目を編まずに縄編み針に移して手前に置きます。縄編み針を手前に置いたまま、次の3目を表編みで編みます。縄編み針の3目を表編みで編みます。糸を手前に置きます。3目を編まずに縄編み針に移して向こう側に置きます。縄編み針を向こう側に置いたまま、次の3目を表編みで編みます。縄編み針の3目を表編みで編みます。2目を編まずに縄編み針に移して手前に置きます。縄編み針を手前に置いたまま、次の2目を表編みで編みます。縄編み針の2目を表編みで編みます。糸を手前に置きます。2目を編まずに縄編み針に移して向こう側に置きます。
縄編み針を向こう側に置いたまま、次の2目を表編みで編みます。縄編み針の2目を表編みで編みます。糸を手前に置きます。1目を編まずに縄編み針に移し、向こう側に置きます。縄編み針を向こう側に置いたまま、次の2目を表編みで編みます。縄編み針の1目を裏編みで編みます。2目を編まずに縄編み針に移し、手前に置きます。縄編み針を手前に置いたまま、次の1目を裏編みで編みます。縄編み針の2目を表編みで編みます。3目を編まずに縄編み針に移し、手前に置きます。縄編み針を手前に置いたまま、次の2目を表編みで編みます。縄編み針の1目を裏編みで編みます。縄編み針の残りの2目を表編みで編みます。6号のかぎ針を使い、表編みを編みます。鎖3、未完成の長編みを3目編みます。糸をかけて、かぎ針にかかっている4本のループを同時に引き抜きます。動く方の糸が奥側になるように右の針に移します。
この作品は奇数段が表を見て編む段です。編み図は表から見た時の図になっているので、奇数段を編むときは右から左へ図の通りに編みます。表編みを編むと、その裏側は裏編みになるため、偶数段は編み図とは逆の記号になるように編む必要があります。編み図は左から右へ読み、記号が表編みの時は裏編み、記号が裏編みの時は表編みを編みます。表側から見ると編み図と同じ模様になります。糸端を約2メートルほど残して結び目を作ります。8号針でコードは60センチ以上のものを使用します。糸端側が手前になるように持ち、針を入れて軽く引き締めます。左手の中指と薬指で奥の糸を持ち、人差し指の上から糸をかけます。手前の糸を軽く握り、親指の下から糸をかけます。親指のループの下から針を入れて、人差し指にかかっている糸を上から取り、親指のループに通して糸を引き締めます。2目めが編めました。これを繰り返し、合計104目になるまで作り目を編みます。糸は針の上をスムーズに移動できる程度に軽く引き締めます。104目編めました。糸端が長い場合は結んでおきます。裏3。残り3目になるまで表に裏にを交互に繰り返します。裏3。
表3。残り3目になるまで、裏に、表にを交互に繰り返します。表3。18段目までこの2段の作業を繰り返します。18段編めたら、10号針に変えます。最初は模様ごとにマーカーをつけておくと間違いにくいのでおすすめです。表6。裏に表9。裏に表4。裏4。表5。裏4。表32。裏4。表5。裏4。表4。
裏に表9裏に表6編み地を返します。裏6表に裏9表に裏4表4裏5表4裏32表4裏5表4裏4表に裏9表に裏6
編み地を返します。表6、裏に表3、右上3目交差、裏に右上2目交差、裏4、右上2目交差、中央に裏目1目入る。裏4、左上2目交差、右上2目交差を4回繰り返します。糸を手前に置き、2目を右針に移します。
次の2目を表編みで編み、移しておいた2目に左針を入れます。目を落とさないように手で押さえながら右針を抜き、編んである2目に入れます。入れ替えた次の2目を表編みで編みます。2目を右針に移します。次の2目を表編みで編みます。移しておいた2目に左針を入れます。目を落とさないように手で押さえながら右針を抜き、編んである2目に入れます。入れ替えた次の2目を表編みで編みます。32目、4模様を編めました。裏4、右上に目交差、中央に裏目1目入る。裏4、右上に目交差、裏2、表3、右上3目交差、裏2、表6、編み地を返します。4段目は偶数段なので、2段目と同じように編み図の記号とは反対になるように編み進めます。
5段目以降も同じ要領で編み図の通りに進めます。この作品は3段目から18段目の合計16段で1模様になります。3段目から18段目を繰り返しながら、後ろ身ごろは124段、前身ごろは100段になるまで編み進めます。後ろ身ごろが124段目まで編めました。ここから左右に分けて襟の減目をしていきます。まずは左肩から編みます。撮影し直したので色は変わりましたが、このまま説明していきます。まずは編み図の通りに40目編みます。あらかじめマーカーをつけておくと分かりやすいです。40目編めました。残りの目は休めたまま編み地を返します。1目目を右針に移し、次の1目を裏編みで編みます。右側の目をかぶせます。次の2目も裏編みで編んでかぶせます。残りの36目は増減なく編み図の通りに編み進めます。編み地を返します。編み図の通りに端まで37目編みます。編み地を返します。1目目を右針に移し、次の1目を裏編みで編んで右の目をかぶせます。次の目も裏編みで編んで右の目をかぶせます。残りの34目と29から30段目は増減なく編み図の通りに編み進めます。130段目まで編めたら糸端を肩幅の6倍ほど残して切ります。余り糸やホルダーを通して目を休ませておきます。新たに糸をつけて右肩を編みます。左針の目とつながっている目に針を入れて糸を引き出します。
次の目を編んでかぶせます。これは糸をつけ終わっただけなので、伏せ目としては数えません。ここから24目伏せます。右針に1目、左針に39目残っている状態になれば OK です。残りの39目と次の段を増減なしで編み図の通りに編みます。表編みを編むように針を入れて、右針に1目移し、次の目を表編みで編みます。右側の目をかぶせます。次の2目も表編みで編んでかぶせます。残りの36目と次の段を増減なしで編み図の通りに編みます。128段目まで編めたところです。表編みを編むように針を入れて、右針に1目移し、次の目を表編みで編んで、右側の目をかぶせます。次の1目も表編みで編んでかぶせます。残りの34目と次の段を増減なしで編み図の通りに編みます。130段目まで編めたら、左肩と同様に糸を長めに残して切り、休めておきます。100段目まで編めたところです。108段目までは後ろ身ごろと同じ要領で編めるので省略します。108段目まで編めたところです。109段目は残り2目になるまで編み図の通りに編み進めます。残りの2目は一緒に表編みを編みます。奇数段はこのように編み、偶数段では増減なく編みます。114段目が編めたら休めておきます。右肩も109段目から編んでいきます。表編みを編むように針を入れて、右針に1目移し、次の目を表編みで編みます。右側の目をかぶせます。奇数段はこのように編み、偶数段では増減なく編みます。114段目まで編めたら、糸端を長めに残して切り、一旦目を休めてからスチームアイロンで形を整えます。中表になるように、後ろ身ごろの上に前身ごろを置きます。
休めていた目に針を戻します。後ろ身ごろで残しておいた糸端を使って引き抜きはぎをします。かぎ針は8号針を使用します。前身ごろと後ろ身ごろからそれぞれ1目ずつかぎ針に移します。糸をかけてすべて同時に引き抜きます。これを端まで繰り返します。端まで編めたら糸を切り、引き出します。反対側も同じように剥ぎます。次に、サイドをすくいとじで合わせます。後ろ身ごろは46と66段目、前身ごろは30と50段目に、それぞれマーカーをつけます。60センチ程度の糸を用意して、とじ針に通します。端から1目目と2目目の間に渡っている糸を、1段ずつ拾って閉じていきます。
時々糸を引きながらマーカーをつけたところまで閉じます。8号針と40センチのコードを使って襟を拾います。このようにすべての目と段から合計88目拾います。目と段の境目と糸をつけた目は必ず拾いますが、それ以外はなだらかなカーブになっていれば大丈夫です。肩を剥いだ部分と必ず拾うところにマーカーをつけておきます。左肩から糸をつけて編み始めます。肩を剥いだすぐ隣の段の目と目の間から糸をつけて拾い始めます。合計88目拾えました。2段目から15段目まで2目ゴム編みを輪で編みます。15段目まで編めたら9号針に変えて16段目から30段目まで編みます。30段目まで編めたら10号針に変えて31段目から45段目まで編みます。45段編めました。表編みのところは表編み、裏目のところは裏編みで伏せ止めをします。一周編めたら糸を切り、最初の目にチェーンつなぎをします。
編み目に糸を絡ませながら糸始末をします。サイドの始めと終わりの部分は同じところに2回通しておきます。糸を通すところが被らないように糸始末をします。これでベストの完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。